皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今回は週末2日間の私のリアルな食事 Vlog をお届けします。いきなり関係ないですが、私の大事にしているミニトマトがだいぶ育ってきました。偶然にもミニトマトをカットしていますが、これは普通にスーパーで買ってきたものです。朝昼兼用ご飯なので、甘いものよりしょっぱいものを欲しています。冷蔵庫に残っていたアボカドとミニトマトで簡単なサラダを作っています。味付けは醤油とオリーブオイル。暑かったので無性にざるそばが食べたい気分でした。ちなみに麺類を冷やして食べる文化はパスタサラダを除いてフランスにはありません。彼も冷たい麺は嫌がるので、ざるそばやそうめん、冷製パスタは一人の時に堪能するようにしています。フランスでは生で食べるときはシブレットという万能ネギより細いネギを選びます。アジアスーパーで買ったそばはなんか異様に黒くて、その割にそばの風味は薄かったです。そんなクオリティでもたまに無性に食べたくなるそば。暑い日にぴったりのヘルシーでさっぱりした朝昼兼用ご飯完成。いただきます。フランスの夏は猛暑日はあったとしても数日、しかも湿気があんまりないので日本の夏とは比べ物にならないくらい過ごしやすいです。私は家にも職場にも冷房がないですが、本当に暑い時だけ扇風機をつけるくらいで夏は快適に過ごせています。人によりますが、フランス人の彼は私より体感温度が10度以上は確実に高いようで、気温が20度を超える日が続くとぐったりしています。ちなみにフランスにはアイスコーヒーの文化もありません。スターバックスなど外国から来たチェーン店にはアイスコーヒーがあったりしますが、一般的なカフェに入るとアイスコーヒーなんていうメニューはありません。夕方になって小腹が減ったのでピーナッツをつまみにアペリティフをすることにしました。夏はロゼに限る。犬も彼同様暑さに弱いですが、今年はフランスは冷夏なので割と過ごしやすいようです。この日は暑くても食べやすいサラダを作ることにしました。でもただの軽いサラダだと後でお腹が空きそうなので、食べ応えのあるサラダを作ります。以前の Vlog でも紹介したかもしれませんが、我が家の定番サラダです。じゃがいもはさいの目に細かく切って水にさらしておきます。後のお決まりの具は鶏肉ですが、他の食材はその時の気分や冷蔵庫にあるものによって入れるものを決めます。この日はミニトマト、モッツァレラも細かく切って入れることにしました。酪農大国フランスなのでチーズは安価で質の高いものが手に入ります。この時使ったモッツァレラは3個入りの大袋が安売りになっていて 3.5 ユーロ弱でした。他にも夏になるとフェタチーズを入れたサラダもよく作ります。チーズは塩味があるのでサラダをシンプルな味付けにしても美味しくなります。鶏肉も一口大に切って下味をつけて蜂蜜でマリネしておきます。
ちょっと味にパンチが欲しいときはパプリカパウダーも加えます。日本ではパプリカパウダーってあんまり馴染みがなかったんですが、手軽に手に入るものなのでしょうか。もしなければカレー粉でも美味しくできると思います。そろそろじゃがいものアクが抜けた頃なので、軽く洗ってから水切りします。水切りしたじゃがいもをしっかりキッチンペーパーで水気を取ってから、本来フライパンで揚げ焼きしていくのですが、私は今回エアフライヤーを使いました。エアフライヤーの方が調理中に他の作業ができるので楽ですが、正直フライパンで揚げ焼きした方が格段に美味しいです。エアフライヤーで調理するとじゃがいもの水分が抜けすぎてカサカサのフライドポテトになります。この段階でタイムを入れるとじゃがいもに香りがついてより美味しくなります。暑さでぐったり中の犬。そろそろじゃがいもがいい具合です。じゃがいもは調理し終わったら塩で味付けしておきます。鶏肉はバターでこんがりソテーします。あんまり触りすぎず中火強でじっくりこんがり火を通します。美味しそうに焼けました。あとはサラダをこんもりお皿に盛って準備した具材をのせていくだけ。かなりの量ですがサラダなので罪悪感ゼロです。ちなみにこのサラダはいろんな種類の葉っぱがミックスされていて、もう洗った状態で袋詰めされて売られているものです。もちろん下準備されていないサラダも売っていますが、私は面倒くさがりなのでいつも下準備済みのサラダを買います。普段は仕事後にちゃんと栄養面を考えてしっかり料理する気力がないので、日頃の野菜不足はたまにこうやってがっつりサラダを食べて補っているつもりでいます。そう考えるといつも野菜たっぷりの何品ものおかずを毎日作ってくれていた祖母母はすごいなぁとしみじみ思います。食べ応えたっぷりサラダ完成。いただきます。ドレッシングは市販のシーザードレッシングをかけました。ちょっと鶏肉の味付けが濃すぎたけど具だくさんサラダ美味しかったです。翌日、この日はスムージーが飲みたい気分だったので、バナナとしおれかけの桃でスムージーを作ることに。あれ？でもなんか忘れているような。いえいえ、もちろんバナナタイムは忘れてません。氷と水、甘さ調整の砂糖も少し加えてミキサーにかけます。フランスの果物は種類豊富で安いですが、日本の果物と比べると甘さは少ない気がします。今年初の出番だったミキサー。氷を丸ごと入れても難なく砕いてくれて、小さい割に強力で重宝しています。美味しそうなスムージーができました。
あとは昨日の残り物と IKEA で買ったシナモンロールで変な組み合わせの朝昼兼用ご飯完成。いただきます。甘いもしょっぱいも両方同時に味わえる幸せ。このシナモンロールしっとりしていて甘さもちょうどよくて大好きです。この日はキャラメルマキアートの気分でした。家で本格キャラメルマキアートが飲めるなんて贅沢。休みの日は時間を気にしなくていいので、ゆっくり朝食を準備して食べて好きなだけコーヒーが飲めるのが幸せです。今の職場はテレワークがないので平日の朝は毎日バタバタです。コロナ後はテレワークが定着するかと思っていたのに考えが甘かった。日本の会社の事務職はテレワーク定着していますか？2杯目はアイスコーヒー。アイスコーヒーの大きいボトル売りなんてないので家で手作り。アイスコーヒーを飲みながらサムネ作成中。シャワー後に日向ぼっこする犬。小腹が空いたのでコリアンバーベキュー味の冷凍餃子を焼いて食べることにしました。冷凍餃子は日本のメーカーのものももちろん好きですが、韓国のメーカーのものは大ぶりで日本のものとはちょっと違った味わいで好きです。最後にごま油を垂らして香り付け。油がはじくのが怖くてたどたどしい盛り付け方になってしまいました。いただきます。ちょっとよく焼きすぎたけどいい感じ。パリパリジューシーで美味でした。夜は私と彼別メニューにしました。私は冷蔵庫に残っていたタコス用のひき肉を使ってミートソースパスタ。太めの麺が好きなのでタリアテッレを常にストックしています。構ってほしいアピールの犬。彼は自分で作り置きしていたレンズ豆と焼くだけで完成するラムステーキ。食の好みが全く違うのでお互い無理して合わせようとはしません。私は肉がそこまで得意ではなくて、彼と暮らすまでステーキを買って焼くなんてしたことなかったので、ステーキの焼き方や焼き具合の見極めは彼に教えてもらいました。日本人同士のカップルでも食の好みって全く違ったりすることあると思うんですが、皆さんのお家ではどうしてますか？私たちは彼が仕事上不規則なシフトで毎食一緒に食べるわけではないので、それぞれ1人で食べるときには好きなものを食べ、2人で食べるときにはどっちかに合わせたり、お互い食べたいものをすり合わせて決めたりしています。この日みたいに一緒に食べるのに別メニューなことはごく稀です。なぜなら別々のものを用意するのが面倒だから。デザートは彼が買ってきてくれたケンタッキーのアイス。
ミニクッキーとピーナッツバターソースがかかっています。ご視聴ありがとうございました。おかげさまでチャンネル登録者数ぐんぐん更新中。チャンネル登録まだの方、ぜひポチッとよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。